です。ヨペです。Welcome back to our channel! はい、今日は、2個目の動画ということで、自己紹介も兼ねて、私たち実は2人ともハーフなんですけど、私が日本とアメリカのハーフで、私が日本と中国のハーフです。なんですよ。ということで、2人がハーフとして育ってきた経験とか、生い立ちっていうのかな、そういうのを、雑談風な感じで話していきたいと思います。イエーイ！それでは、レッツゴー！はい。ということで、とりあえず、一番最初に話したいことは何？自己紹介、簡単な、なんていうの？どこで生まれてどこで育ったかっていう。自己紹介。そうだね。確かに。しましょう。どっちから行く？私？ OK。私、ロペは、日本の埼玉で、埼玉とか言っていいのかな？いいよ。いいか。埼玉で生まれて育って、ずっと埼玉です。こんな顔してますけど。で、大学生の時にアメリカに来ました。で、そうですね。でもそんぐらい本当にずっと日本で生まれ育って、で、お父さんがサンフランシスコの方の出身なんですよ。だからちょっと知ってるっていうのもあって、その近くにしようっていうことで、カリフォルニアのこのサンフランシスコ近辺に大学生の時に引っ越してきて、しばらく結構長くいます。あんまり言うと年バレるから言わないけど。そんな感じです。ちっちゃんは？私は中国の上海っていうところで生まれて、幼稚園、小学校、中学が上海にある日本人学校で学んでました。で、そこはもう先生もみんな日本人で、そこに通ってる学生もみんな日本人で、教科書とかも全部日本の学校と使ってる、教科書と全く一緒だったし、みんなランドセルとかスクバだったし。ランドセルなんだ。そうなの。面白いね。中国だけど、赤と黒のランドセル。へー。だからもう、日本にある日本の学校をそのまんま上海に持ってっただけみたいな感じだから、もうずっと日本の教育。で、高校の時に東京の方に戻って、東京で高校行って、で、その交換留学の枠でアメリカのユタ州に行って、で、そこで高校卒業して、大学今サンフランシスコら辺にいます。なるほど。じゃあめっちゃ日本の教育だし、めっちゃ日本人だけど、日本に住んだことは2年くらい。2年？でもお休みの時は結構帰ってたりはしてたけど、一時帰国みたいなね。住んでたっていうのはそんな。そうなんだ。にしては日本語上手って思っちゃう。だってでももう、そうか、学校は日本なのか。でもよく言われるんだよね。けどいや、日本の教育だし、そうだよね。全部、なんていうの？そっか。そう、だから。じゃ逆にさ、中国の教育ってのは全く受けてないの？あ、そうなんだ。じゃあ中国の歴史とかもそんなに学んだりはしてない？なんていうの、世界史とかではちょっと学ぶけど、でも、めっちゃ知ってるとかそういうわけではないかな。ではないんだ。そうなんだ。じゃあ面白いね。私は逆って言ったら変だけど、なんか英語ペラペラなのとか、海外に住んでたのとか言われて育ってきたけど、ずっと日本で育ってきた人だから、逆だね。ある意味逆。そう。面白いね。そうね。でもその流れで言うと、ハーフあるあるでよくあるのは、やっぱりその国の言葉喋れるの、っていうのは絶対聞かれるよね。ちっちゃんは、でも中国語喋れるもんね。喋れる。いいな。私は、でも英語は一応喋れるんですけど、今は。で、結構英会話とかも習ってたけど、ペラペラで育ったわけでは全然なくて、でお父さんが日本語ペラペラなの。日本語ペラペラ外国人で。だから、お家の中でお母さんはほとんど英語ができないから、お家の中はずっと日本語。だから、ずっと日本語で育った。でも、お父さんたまに英語喋ったりするのよ。だからそれでちょっと耳慣れてたりとか、なんとなくわかるみたいなのはあったけど、基本的には日本語で育ってて。そう。でもなんか私の中ですごい覚えてるエピソードっていうかいうのがあって、なんかね、私弟がいるんだけど、弟と私が喧嘩をすると、お父さんが take it easy って言うの。で、hey, take it easy みたいな感じで言うのをすごい覚えてて、だから私意味分かってなくて、しかもカタカナでテケリージって頭の中になってて、でなんかそれを言われたら、なんか、お前、なんか
いい加減にしろじゃないけど、まあまあ、ちょっともうやめとけ、みたいな意味なんだろうな。あと、leave him alone っていうのね。だから、なんかそれも、ほっとけって意味なんだろうな、みたいな。ちゃんと分かってなくて、ほんと take it easy に関してはもう、カタカナで take it easy って覚えてたの。で、本当の話で、でも分かんないけど、まあなんか喧嘩した時に言われる言葉って思ってたわけよ。で、まあでもだんだん英語を勉強した中学とか高校ぐらいかな、時に、その take it easy っていうフレーズを覚えて、あれは take it easy だったんだ。take it easy じゃなかったんだ。みたいな、もうほんとそんぐらい英語できない、ちゃんとできてなかった。そう、ちっちゃい時はね。そんな感じだったかな。でも私もアメリカに来る前は中国人の友達いなくって、なんか日本人学校だったし、で塾に通ってたんですけど、塾もみんな日本人で先生もみんな日本人だから、その中国人の方と関わる機会っていうのがなくて、でその高校留学でユタ州に行ってから中国人の友達ができて、中国語を使うようになったかな。それで喋れるようになったってこと？なんかなんだろう、なんかリスニングは多分ある程度できてたけど、喋る機会がなくて。で、だからその、アメリカに来てから中国人の友達と喋り始めて、で、お母さんにも中国語を学びたいから、その、中国語でテキストしてとか、中国語で喋ってって言って、喋ってもらってだんだん良くなってきたって感じ。じゃあ、その、高校で留学する前は、お家の中ではずっと日本語？お父さんとはもうずっと日本語だし、お母さん。お母さん、日本語と中国語混じってた時もあるけど、でも日本語喋ってたかな。じゃあ似てるかも。私もでも留学して、まあ高校がちょっと英語をすごいやらされる高校だったから、そこでちょっと英語をお父さんと話し出して、でも留学してからやっぱ電話するときとかを全部英語で話すようにして、テキストとかも、まあお父さんあんまり日本語を打つの得意じゃないっていうのもあるんだけど、全部英語にするようになって上手くなったっていうのは、そう。あるね。今お母さんと電話するとき中国語だもん全部。そうなんだ。面白い。でもさ、不思議な感じない？今はもう慣れちゃって不思議な感じしないけどさ、その、なんていうの、切り替えの時にさ、ずーっと日本語でしか話してなかった人と、いきなり全部英語でとか全部中国語で話す。ちょっと違和感なかった？でもなんかさ、最初日本語じゃん。日本語じゃん。で、その後にさ、混じんないちょっと。混じる。半分の時期、ね。からの全部じゃん。確かに。いきなりスイッチじゃないね。なんかちょいちょい向こうが英語で言ってきて、向こうが英語で言ってきたらそれを英語で返すようになって、みたいな。だから別に違和感もなかったかもしれない。確かに。そうか。でも私ちょっと照れてたよ。なんか英語でやっぱ、そのスカイプとかするじゃん。行ったばっかりの時に。で、スカイプとかして、だんだんやっぱ英語で、私のホストファミリーと英語で喋ったりするっていうのもあって、お父さんが、最近どうなのとか英語で言ってきて、それには英語で返すけど、もうちょっと英語上手くなってんじゃん、みたいなツッコミをされて、でも照れてた。わかる。その気持ちはわかる。そうだね。うちも未だお母さんに、例えばさ、中国人の友達から学んだ言葉とかを使うじゃん。そしたら、どこで学んだのみたいな。上手くなってんじゃんみたいな。って言われると、なんか、わかる。恥ずかしいよね。ってなるね。今ではもうなんか結構自然になっちゃってるから、あんまり何も感じないけど。ね、確かに。でもその英語的なエピソードで言うともう一個あって、そう、テケリージーのもう一個あるのは、これ結構いろんな人に、いろんなところで話してる話なんだけど、うちのお家では、リモコン、テレビとかのリモコンのことを、バットンって呼んでたの。バットンなんだと思う？バットン。想像もつかない？バトンぽいね、確かに、見た目が。そう、バットンって呼んでて、でもなんかそれに対してそんなに違和感なくて、ちょっとうちのお母さんが天然だから、お母さんもバットンって呼んでたの。でもリモコンっていう名前もあるっていうことは、なんか、小学校ぐらいになったらだんだん分かってきて、だからお家の外では、リモコンって言われたわけよ。でもお家の中ではバットンって、混じってたかな？でもバットンって言われたの。で、お父さんはもうバットンって言われたの。バットンなんだろうって、でも、あんまりなんだろうって思わなかったんだよね。そのなんか、うちの、なんか、なんていうの？そのそれぞれのお家でさ、そのお家でしか使ってない言葉みたいなのあるじゃん。ある。そのお家語みたいな。佐藤さんの佐藤家語みたいな。あるじゃん。でもなんかそういう感じなのかなと思って、なんかあんまり気にしないで生きてきたの。で、最近になって、マジで最近もうアメリカ来て数年してから、そのリモコンのことをバンって呼ぶの。ボタン、バン、
そういうことそうっていうのを知って、バッそういうことそれをカタカナにしてたってそことうボタンのそのバンの発音を無理やりあーお父さんがカタカナにした結果、まあ、ボタンよりもバじゃん、あれ。うんうんバンじゃん。確かにだからバになって、そういうことか。トゥンの部分はトンになって、カタカナ、そう、お父さんが無理やりカタカナにした英語だったの。そういうことバットン。それわかんないわ。そう、わかんなくて、でもそれをした時に感動した。バーンみたいな。そう。そう、っていう感動があった。でも英語でリモコンって言わないよね。面白い。言わないね。バンか、リモーって言うから、そうだね。でもリモーって呼んでる人が多かったの。リモート、うんうんうんリモーって呼んでる人が多くて、でもなんかの表紙に誰かが、Oh, what is it called? バンみたいな感じで言った時に、ってなった。お父さんは、もうそれこそでも、日本に来て日本語ができるようになったの。あ、じゃあだから、そう、大学で勉強してましたとかじゃなくて、独学だから、でも、ね、綺麗な日本語だけど、未だに言えない言葉とかはいっぱいある。何トウモロコシが言えないの。かわいい。トウモロシっていうの。トウモロシ。毎回もう何年住んでんのとかに住んでんだけど、ほんと30年以上住んでんの。もう半分以上住んでるんだけど、そう。だけど、トウモロコシだけ言えなくて、トモコロシかわいい。お父さんちょっとなんか殺してる。トモコロシ。トウモロコシね。あ、それ。それさ、3つ混じっちゃうことないの？トリリンガルとしては。だって、中国語別にそういう、なんていうの？カタカナ語？ないもん。あ、ないんだ。うん。バイリンガル、トリリンガルの話題はまた永遠にいけるからね。また違う動画で出していこうかな。そうだねって感じだね。じゃあまあ、じゃあ、こんなところですかね、今日の。そうだね。ハーフの話は。はい。ということで、今日の動画はここまでです。If you guys liked our video, please give us a thumbs up and subscribe to our channel. それではまた次の動画でやりましょう。バイバーイ。